ご視聴ありがとうございます。今回は開業1周年を迎えた LRT ライトラインの動画の後編です。検討が進む西側延伸区間の模様を徹底解説します。前編と中編をまだ見ていない方は概要欄から見てくださいね。本編の前にちょっとだけ宣伝です。先日旅行チャンネルを開設しています。国内外のいろんな場所をご紹介していきますので、概要欄からチャンネル登録してくださいね。今のライトラインの起点は宇都宮駅の東口にあります。駅の東側ではライトラインの開業に合わせて再開発が行われ、会議場やホテルなどができました。乗り場は宇都宮駅から伸びるペデストリアンデッキの先、屋根が途切れる手前でエスカレーターを降りたところにあります。軌道の端にはコンクリ製の車止めがありますが、その先では床の仕上げが簡素なものになっており、空間が続いています。整然と再開発された建物と車寄せの間にある幅10メートル余りの空間。この空間こそ実現の機運が高まる延伸区間の一部です。延伸区間の全体像がこちら。およそ5キロの整備区間では停留場の場所と名前も付けられています。JR 線と交差して西側に出て、古くからの中心街を貫き、西部にある教育会館まで伸びています。ライトライン単独の軌道が目立つ東側とは異なり、西側ではそうした部分はかなり少ないです。もともとライトラインでは、宇都宮駅東側の 14.6 キロに加え、西側も含めた区間の整備が検討されていました。宇都宮の古くからの市街地は、JR の宇都宮駅の西 1.5 キロにある東武宇都宮駅とを結ぶエリアのうち西寄りのあたり、県庁や市役所などの施設もこの辺りにあります。一方東側では沿線の工業団地などへの通勤の自動車で大渋滞が起きていたことなどもあり、東側の整備が優先されることになりました。他には全体を一度に整備すると事業費の総額が高くなりすぎること、そして沿線環境が要因です。ライトラインの車両基地は路線の途中の平石停留場の近くにあります。周りに田んぼや畑が広がり、広い土地が確保しやすかったのが要因です。西側区間はおよそ5キロほどで、合わせても20キロ弱です。この距離の路線に車両基地を2つ作るのは非効率なので、西側区間も東側区間も平石の車両基地で受け持つことになります。そこで問題になるのが、東西をつなぐのに必要な JR 線との交差部分。在来線が地上、新幹線が高架を通っており、ライトラインはこの間を貫く計画です。西側では建物の間を抜け、駅前ロータリーの真上に乗り付けます。ライトラインはここも含めて複線で整備される予定で、かなりの難工事です。ライトラインへの反対論も根強い中、技術的に難しくてお金もかかる工事がしにくかったのも要因です。宇都宮駅の西口には巨大なバスロータリーがあり、周辺各所へのバスが1日2000本余り発着しています。モニターなども設置され、少しでも利用しやすいようにと工夫されているものの、初見では混乱必至な状況です。特に 1.5 キロ西にある東武宇都宮駅までの間にたくさんの路線が集まっています。東口とは異なり、ライトラインを地上に下ろして停留場を設けることはできないので、停留場はペデストリアンデッキと同じ階層に作られる計画です。また、ペデストリアンデッキは駅前商業施設にもつながっています。JR 線との交差部分ばかりがクローズアップされがちですが、バスロータリーをうまくかわして停留場を作り、ペデストリアンデッキとうまくつなげるのはなかなかの難工事です。東側とは一味違う西側区間を順番に見ていきます。宇都宮駅の西口にあるのがこの餃子像。ヴィーナスが餃子の皮に包まれた餃子のヴィーナスを彫った像で、高さ 1.6 メートル、重さ 1.7 トンの削り出しの石像です。餃子の町宇都宮だけに駅前も餃子ムードです。話が少しそれました。これらのカットは平日の昼過ぎなので人がそんなにいないですが、平日の朝7時台はこの混雑ぶり。
宇都宮駅の西側には学校が集まり、バスロータリーが大混雑になるのです。ペデストリアンデッキにはほとんど屋根がないので、雨の日などは大変そうです。だいたい同じ時間のライトライン乗り場の様子がこちら。こちらの混雑も問題になったため、床面には案内ラインが付けられ、ホームの増設も検討されていますが、西口バスターミナルの混雑への対応も大事です。そして西口では、ある巨大プロジェクトが進行中です。それがこちら、バスターミナルの南側にある、ぽっかりと空いた土地です。商業ビルなどが解体された跡地では、地下1階、地上20階からなる建物が建設中です。1階から3階までが商業施設で、4階から上は高層マンションです。マンションの最上階は特別仕様で、価格は1億円を超えています。宇都宮市内でもかなりの高額ですが、マンション全体で8割以上が成約しているといいます。宇都宮駅西口ではここ以外にも再開発が予定されています。西口から西に伸びる道路の両側には高さの低い建物が連なり、向かって右の角は駅前の一等地にもかかわらず駐車場になっています。この場所ならもっと高い建物を建てて、土地を効率よく使うことができます。ライトラインの開業と再開発で街並みが変わりそうです。さらにこの先でライトラインは地上に降ります。市内を南北に通る川、田川を越えます。この川はかつて宇都宮の市街地の境目で、宇都宮駅などがある場所の地名は川向こう。これは西側から見たとき、川の向こうにある場所だからです。交差点の角には、県内トップシェアを誇る銀行、足利銀行の宇都宮中央支店があります。東側に、栃木銀行宇都宮東支店前の副名称がついた停留所があったように、こうした施設が副名称になった停留場ができそうな感じです。金融機関は中心部に支店を構えることが多く、東側では見かけない名前もちらほら。ここで今進んでいるのが、一帯をトランジットモールにする構想です。トランジットモールとは、歩行者天国とも言われる歩行者専用ゾーンをベースに、LRT やバスなどの公共交通機関も走れるようにした場所です。トランジットモールには原則として公共の車両しか通れないため、歩行者が安全に通行したり、買い物を楽しむことができます。ヨーロッパやアメリカでトランジットモールを導入している街では、中心部の商店街をトランジットモールにして、大勢の人で賑わっていることもあります。また、LRT を地下にして、地上の交通とバッティングしないようにしている都市もあります。ただし、宇都宮の場合は地下へのアプローチが大変なこと、地下にすると利便性が低下するので、本命ではないです。結構前の話ですが、宇都宮でも2006年11月にトランジットモール化の社会実験が行われています。片側3車線のうち内側の1車線をバス専用とし、それ以外の車線でイベントを行うというものです。市の中心部の道路を大胆に規制したものの、周りの道路が格子状になっているため迂回ルートを得やすく、多少の渋滞はあったものの、目立った混乱はなかったそうです。トランジットモール化と合わせ、バス路線を短縮する構想もあります。東側ではライトラインと並行するバス路線が廃止され、トランジットセンターをハブとした新しい路線ができています。バス運転士の労働規制が強化され、これまでの本数を維持できなくなっている中、交通体系の再編は待ったなしです。一方、当時の規制範囲は長さ500メートルほど。イベントに絡めた社会実験ということで、あまり長い距離を対象にはできなかったらしく、これは JR 宇都宮駅から東武宇都宮駅までの3分の1ほどです。また、開催日は土日の2日間のみで、交通規制の対象は午前10時から午後4時と、日中の6時間だけ。終日車線が減ったらどうなるかは未知数です。リスクがあるのは行政も認識しており、北側にある道路を拡幅する工事が進んでいます。先ほどの交差点の近くでもマンションの建設が進んでいます。このマンションは15階建てで69戸あり、すべてが南向き。通りの向かい側にも別のマンションがあり、
こちらも15階建てで全部南向きです。右下にはマンションのキャッチコピーが。いわゆるマンションポエムと呼ばれる文章なことも多いですが、それとは一味違います。町の歴史に欠かせないのがこの近くにある宇都宮二良山神社です。二良山神社という神社は同じ栃木県の日光にもあり、区別するためにそれぞれの地名がついています。標高およそ135メートルある山の山頂にあり、宇都宮はこの神社の門前町として発展してきたため、市街地の真ん中にあるというわけです。2006年のイベントもここを中心としたエリアで行われています。なお、ここを南に進むと宇都宮城址公園につながっています。イベントが行われていたエリアの西の端にある交差点は県庁へ通じる交差点です。県庁の後ろには警察本部と税務署、そして大通りを挟んで南には宇都宮市役所など行政施設が集まっています。イベントが行われていたエリアを通り過ぎた先にあるのが東武駅前バス停です。ここを境にバス路線が分散していきます。次の角を左に曲がった先にそびえるのが宇都宮市内有数の商業施設、東武宇都宮百貨店です。1階にはルイ・ヴィトンもある百貨店の左隅に東武宇都宮駅の出入り口があります。道路の突き当たりに巨大な駅舎があった宇都宮駅とは異なり、いかにも質素な感じ。本数も日中は1時間あたり2本で JR より少ないです。平日の昼間とはいえ構内には人気が全くありません。市街地が拡大する過程でかつてここにあった刑務所の跡地を利用して中心部に乗り入れた東武でしたが、東京方面へは JR より時間がかかりすぎ、今では地域輸送が主体になっています。列車は埼玉県の南栗橋行きが一番遠く、東京都内に行くものはありません。私が曲がった交差点のもう一つ西で曲がるバスもあるため、駅周辺のバス停はおおむね2カ所に分かれています。そしてライトラインを東武線に直通させるプランがあります。ペデストリアンデッキがある宇都宮駅と異なり、東武宇都宮駅は大通りから100メートルほど離れており、利便性向上が課題です。そこで東武宇都宮百貨店の前、私が歩いていた通りにライトラインを通し、東武宇都宮線に直通させようというわけです。東武宇都宮百貨店も築年数が経過しており、再開発を踏まえた大改造が起きるかもしれないです。一方、直通運転には課題もあります。ライトラインと東武では車両のサイズや長さが異なり、東武の車両は大きいため、ライトラインに直通するのは不可能です。逆にライトラインの車両を東武に直通させる場合、高さの低いホームを新たに整備する必要があります。ライトラインのレール同士の間隔、期間は 1067mm で、これは周辺の路線に合わせることで直通運転の可能性を残したものです。実際に直通運転するにはハードルもあり、簡単ではなさそうですが、東武線をライトラインの車両が疾走する光景も見てみたいものです。東武駅前バス停あたりから宇都宮駅の方を見ると、意外と坂やカーブが多いのがわかります。昔はここから二良山の森や宇都宮城下を一望できたと言われています。しばらくは江戸時代の本陣の跡や裁判所の建物が続きますが、道路自体のグネグネ感は少なくなります。東武宇都宮駅の西側で国道119号が左から合流、東武宇都宮駅から 1.2 キロほど桜2丁目交差点で西へ分かれていきます。ここは西側区間でトランジットセンターとなっている場所の一つです。北には序盤で出ていた足利銀行の本店営業部があります。栃木県の足利市にあった本店を1967年に移転した時、中心部には広い土地がなく、幹線道路沿いのこの場所に本店を置いたようです。ここで南北に向かうバス路線も多く、交差点の北側のバス停には日中1時間あたり5、6本のバスが発着しています。南に伸びる県道2号、西に伸びる県道70号は拡幅工事中です。さらに先へと進みます。この先では県道70号の拡幅がおおむね済んでおり、自転車専用のレーンもあります。
宇都宮の西側でも有数の規模を誇る作新学院の前の交差点に到着です。ちなみに作新短大は東側区間では星稜高校前停留場の副名称になっています。ここにできる予定の停留場の名前の由来が反対側の護国神社です。1872年、明治5年の創建で戦没者や警察、消防、自衛隊の殉職者を祀っている神社です。この次が終点の教育会館前です。道路側から見るとこじんまりした建物ですが、この裏側などには別の建物もあり、イベントホールや貸し会議室もあります。西側の整備区間に含まれるのはここまでですが、この先の延伸も検討されています。この通りの名前は大谷街道。これは宇都宮市の西隣にある大谷町が由来です。大谷町は石材の産地として有名で、ここで採れる大谷石は柔らかくて加工しやすいことから、古くから土蔵などの建材として使われてきました。ライトラインのトランジットセンターには大谷石を外壁に使った待合スペースがあり、停留場のベンチにも大谷石が使われているほか、車内の床面には大谷石をあしらった模様もあります。大谷町にある観光スポットへのアクセスを良くすることで、さらなる需要を掘り起こそうという構想です。東側に続いて盛り上がる西側延伸計画。2030年代前半の開業が予定されています。ご視聴ありがとうございました。